もしあなたが見に行ったコンサートの舞台裏で殺人事件が起こっていたら、遡ること43年前の1980年7月23日、アメリカ・ニューヨークメトロポリタン歌劇場ではベルリンバレエ団の11日間にも及ぶ公演が行われていました。そしてバレエダンサーたちの休憩中、舞台のつなぎ役として拍手喝采を浴びていたのはメトロポリタン専属のオーケストラ。ブラボー、やっぱり一流は違うな。とても素敵な演奏だったわ。観客の興奮も冷めやらぬ中、オーケストラが演奏を終えると彼らの次の出番まで一度舞台に幕が下ろされることに。そして次に幕が上がった時、オーケストラの姿は先ほどとはどこか違って見えました。その違和感の正体はバイオリンの席に一つ空いた空席。演奏が再開された時、その席に座っていた女性バイオリニストは歌劇場内ですでに死んでいたんです。世界最高峰の歌劇場の公演中に殺害された女性バイオリニスト。関係者以外接触できないその空間で彼女は誰に殺されたのか。果たして800人を超える関係者の中から真犯人を見つけることはできるんでしょうか。おそす、最近暑いわいね。ケンちゃんです。日本語喋ったよ。最近、天然氷のかき氷を食べて涼んでたやみやみこです。ね、やみこさん。最近ね、暑いわいね。もう暑くなってからしばらく経つけど、慣れとかないわよ。暑いっちゃ。なんだよ。全部混ぜてみた。全部混ぜてみた。何？各地の方言。石川、福岡、大阪、方言学びたいっすわ。知らんけど。話があっちらこっちらと。まあ、熱中症にならないように気をつけないとね。本日ご紹介するのはアメリカ・ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で起こった殺人事件について。その日出演していた女性バイオリニストが公演の最中に殺害されてしまうんです。なんでそんな状況で殺人事件が起こるのに、なんか観客？オーケストラの一員？誰かが殺したってことでしょ？だとしてね、想像つかないですよね、公演中に。ですが犯人はこの公演中に一瞬生じるね、ある隙を狙って犯行に及んだんです。なので被害に遭われたね、女性の方はその瞬間においては誰にも知られることもなく姿を消してしまったんです。消えたバイオリニスト。遡ること43年前の1980年7月23日、アメリカ・ニューヨーク世界最高峰の歌劇場メトロポリタンではベルリンバレエ団による11日間の公演が幕を開けました。そして午後8時半頃、観客席を魅了していたのは才能豊かな名手で揃えられたオーケストラ。バレエダンサーたちが休憩する間、舞台をつなぐ役目として彼らの演奏が披露されていたんです。そんなオーケストラの中でもひときわ美しい容姿で存在感を放っていたのがヘレン・ハグネス・ミンティクス。まだ10代のうちにシアトル交響大学いずれなシアトル交響楽団でソロデビューを果たし、名門ジュリアード音楽院で学士号修士号を取得。その後はフリーのバイオリニストとして世界各地で演奏活動を送っていた文字通りの天才でした。ブラボー！ストラヴィンスキーをはじめとする名曲の数々を演奏した後、拍手喝采を浴びながら席を立ったオーケストラの面々。ここからバレエの演目が再開され、オーケストラは45分の休憩に入ったんです。予想外の事件が起こったのはこのわずかな時間の出来事でした。舞台裏ってさ、スタッフとか演者さんとかいっぱいいて誰も気づかないなんてことありえないんじゃない？でも舞台裏の中にも関係者の目が届かない場所あるんですよ。あの人はどこにいるのかな。休憩時間に入ってすぐ早足に舞台の裏の廊下を歩いていたバイオリニストのヘレン。どこか嬉しそうな表情を浮かべながら彼女はエレベーターへ乗り込んでいきました。そして午後9時半頃、休憩を終えたオーケストラの面々は各々席につき、再び舞台の幕が上がる瞬間を待っていたんです。しかし、ねえヘレンが戻ってないわ。おかしいな。もう数分で演奏が始まるってのに。そう、演奏が再開されるその時間になってもヘレンの席には彼女のバイオリンだけが残されている状態。オーケストラの面々は仕方なく彼女のバイオリンを舞台裏へ下げ、ヘレン抜きで演奏を再開することにしたんです。その後、公演が終わった11時半頃にはヘレンの夫ジャニスが車で迎えに来るんですが、彼女は一向に劇場から姿を見せず、ジャニスはヘレンと入れ違いになった可能性を踏まえ一人で自宅へ戻るんですが、自宅にも彼女の姿は見当たりませんでした。そして午前3時を回った頃、鳴り響いたインターホンの音にヘレンが帰宅したものと思い玄関を開けた夫ジャニス。するとそこに立っていたのはその日彼女と同じオーケストラで演奏していた同僚でした。ヘレンが忘れていたバイオリンです。オーケストラの席に置かれていたバイオリンを差し出した同僚。ヘレンがバイオリンを置いたまま歌劇場を出るようなことは決してないと知っていたジャニスはここで初めて警察へ通報するんです。
やっぱりだからオーケストラの休憩のタイミングで起こったわけね。そうなんです。ヘレンの身に一体何が起こったんでしょうか。現場の捜索が開始されると、想像するのもおぞましい事実が浮かび上がってくるんです。恐怖の痕跡。ヘレンの夫ジャニスから通報を受けた警察はすぐさまメトロポリタン歌劇場の捜索を開始。するとヘレンの個人ロッカーにはまだ私服が残されており、午前3時を回ったその時間になっても彼女が歌劇場を出ていないことが分かったんです。そして捜索を続けると、ヘレンの身によからぬことが起こっていると物語る証拠が次々と見つかります。一つは電気技師のオフィス近くに落ちていた青い花。それは公演中ヘレンがつけていた髪飾り用の花でした。さらにこれはやはり彼女は何者かに2階エレベーター付近の非常階段に転がっていたもの。それは使用済みの生理用品。ヘレンが服脱がされて襲われたってことです。そうなんです。そしてこの後ヘレンは最悪の形で発見されることになるんです。捜索開始から5時間が経過した頃、警察は建物のメンテナンス作業員からの連絡で歌劇場の屋上へ駆けつけました。するとそこに落ちていたのは女性ものの靴。その前方では換気シャフトへ続くファンが音を立てて回っていました。まさか。嫌な予感を募らせた警察。ヘレンはその予感通りに換気シャフトの中へ落下し死んでいたんです。屋上からヘレンの落下地点までの高さは3階分。彼女は落下のダメージで亡くなった様子でした。さらにその遺体の様子はヘレンが死の直前どれほどの恐怖を味わったかを如実に物語っていました。発見されたヘレンは手足を縛られ、さらに目隠しをされていたんです。一方で的暴行の形跡は見つからず、犯人はヘレンを犯そうとしたものの抵抗され、もみ合いになっているうちに換気シャフトに突き落としたのだと考えられました。そしてこの結び目、やはり犯人は舞台関係者か。警察が注目したのはヘレンの手足を縛っていたロープ。そのロープにはクローブヒッチという柱にロープを巻きつける際に用いる特殊な結び方が施されていたんです。抵抗してるヘレン、人間に対してとっさにその結び方ができるってさ、確実になんか練習してるとかさ、手慣れてる犯行じゃないこれ。そうなんです。しかしメトロポリタンで働く関係者は数えきれないほどいるんです。警察は数百人が入り乱れるその中から犯人を見つけることはできるのでしょうか。不審な男。ヘレンの遺体が発見されて以降、ニューヨーク市警は25人の刑事を動員し、メトロポリタンで働く800人以上の関係者全員への聞き込みを実施。すると事件当日のヘレンの行動についていくつかの重要な証言が得られたんです。ヘレンなら休憩時間にバレリー・パノフと話しに行くと言っていましたね。そう話をしたのはヘレンと一緒に演奏をしていた同僚の一人。バレリー・パノフはロシア人男性のバレエダンサー。実はヘレンの夫は彫刻家で、バレリーはその作品に興味を持っていました。そのためヘレンは休憩時間を利用して彼と話をしに行ったというんです。もし休憩時間にヘレンがバレリーに会っていたとしたら、バレリーはかなり怪しくなってきます。しかしその時間帯は観客席で妻の演技を見ていましたよ。容疑者にされていることに動揺しながらも自身のアリバイを話したバレリー。観客席には他の演者もおり、そのアリバイは確かなものに思えたんです。バレリーはバレエダンサーなわけだからさ、ヘレンの結ばれた結び目の問題とか解決はしないわけじゃない。だからこれはおかしいわよね、明らかに。そうですね。特殊な結び方をできるんだったら、それは演者であるダンサーよりも裏方である可能性もね、高いですよね。実はその条件に当てはまる容疑者もこの聞き込みで明らかになっているんです。事件当日の7月23日午後8時50分頃、バレエダンサーのローラ・カトラーは舞台裏のエレベーターに乗り、自分の楽屋へ向かおうとしていた。すると、ダンサーのバレリー・パノフさんはどちらにいらっしゃるかわかりますか？そう尋ねてきたのは、黒い洋服を身にまとった美しい女性。彼女が先ほどまで演奏していたオーケストラの一員であることは一目瞭然だった。女性はダンサーのローラなら同業者のバレリーの居場所を知っていると思い話しかけてきたのだろう。しかしローラはあいにく彼の居場所を知らなかった。そして、ごめんなさい、ちょっとわからないわ。彼女が申し訳なさそうに答えたその時、4階だ。突然口を開いたのはもう一人このエレベーターに居合わせた作業服の男だった。やがてエレベーターは地下1階へ到着。ローラがそこで降りるとエレベーターの扉は再び閉まり、ヘレンと作業服の男を乗せたまま上へ上がっていった。はい、エレベーターの中で見かけたのは確かにこの女性でした。警察が被害者ヘレンの写真を見せると、確かにそういったローラがエレベーターを降りた後、ヘレンは作業服の男と二人きりになっており、男は高確率で犯行に関与していると考えられます。しかし偶然エレベーターに乗り合わせただけのその男に関しては、ローラも顔を覚えてはいませんでした。そこでローラに対し行われたのが催眠術操作。催眠術で男の顔を思い浮かばせるって寸法なわけ？これどうなの？催眠術って科学的な技術とは言えないんじゃないの？そう思うんですけれどもね、実は催眠術操作における有用性についてね、いろんな実績があるんですよ、実は。というわけで本日のメトラキーワード、催眠術操作について。
催眠術を用いて目撃者の記憶を呼び戻し犯罪捜査に役立てる催眠術捜査は一見信憑性に乏しいように思えます。しかしその実績は確かで、アメリカテキサス州では2021年までの40年間で実に1700回以上の催眠術捜査が実施されているんです。催眠術捜査では犯人の姿やナンバープレートなど目撃者の記憶を呼び出して捜査に利用しますが、それらは決して単体で利用されるものではないんです。事件に関するその他の証拠と照らし合わせ、証拠の正確性を引き出すために使われることがほとんどなんです。こうして事件当日、ヘレンと同じエレベーターに乗っていた男の合成写真を作成するため、目撃者のローラに催眠術捜査が行われることになりました。目を閉じてリラックスして狭い部屋で横になり、言われるがままにゆっくりとまぶたを閉じたローラ。あなたがいるのは7月23日エレベーターの中。そこには誰がいますか？催眠術師は順を追ってローラに質問を繰り返します。するとローラは徐々にエレベーターで一緒になったその男の特徴を語り始めたんです。背が低い白人の若い男、髪の毛は長めで少しくせ毛だったと思います。こうして出来上がった男の合成写真。そしてこの後すぐその写真の人相によく似た従業員が容疑者として浮かび上がることになるんです。その従業員の名前はクレイグ・クリミンズ。警察が彼を容疑者に挙げたのは当然催眠術で作った合成写真に似ているという理由だけではないんです。事件の日、舞台係を担当していたクレイグはオーケストラの休憩中に舞台裏からいなくなっていたんです。さらに関係者の中には警察の指紋採取と写真撮影を拒否した人物が3名おり、クレイグはその3人の中にも含まれていました。クレイグって男はどう考えても怪しいじゃないの。休憩中にいなくなって 100% じゃないこれ。そうなんですけど、このクレイグはね、あの手この手で警察の追及を逃れようとするんです。軽率な動機。事件から20日以上が経過した1980年8月16日、この日容疑者のクレイグは警察の尋問を受けることに。実は事件当日、被害者ヘレンが落下した屋上の手すりには指紋が残されており、その指紋はクレイグのものとぴったり一致。尋問を行わずとも彼が犯人であることはほぼ確実かに思えました。しかしあの日は疲れててオーケストラの休憩と同時にオフィスで寝てしまったんです。ヘレンと同じタイミングで姿をくらませていたことについて尋ねると、クレイグはそう言い訳をしました。さらにこの件に関しクレイグと一緒に働いていた同僚もクレイグがオフィスで寝ているのを見たと証言。現場に指紋が残されているにもかかわらず、なぜかクレイグには確かなアリバイがあったんです。しかしその状況が覆るのに時間はかかりませんでした。なぜならクレイグの同僚がすぐにクレイグに頼まれて嘘の証言をしたことを認めたから。そして約2週間後の8月29日、再度尋問を受けたクレイグはついにヘレンの殺害を認めました。1980年7月23日午後9時頃、触らないで！メトロポリタン2階の非常階段でヘレンは言い寄ってきた若い男に平手打ちをした。とっさに頬を襲った痛みに唖然としていたのは、そう、舞台係のクレイグだった。くそ、もっとうまくやれるはずだったのに。バレエダンサーのバレリー・パノフの居場所を知りたがっていたヘレンに嘘の居場所を教え、彼女をこの非常階段へ連れ出したクレイグ。彼は人通りのないこの場所なら誰にも邪魔されずに彼女を襲えると考えていた。しかしまだ21歳のクレイグは自分が思うよりずっと女性のことを知らなかった。手を出そうとするとヘレンは予想外の抵抗を見せたのだ。あなた演者にこんなことしてタダで済むと思ってるの？責任者に言いつけるわよ。何を？そう叫んだクレイグはやけくそになりながらヘレンに襲いかかる。ヘレンは叫びながら非常階段を駆け上がり、クレイグの魔の手から必死に逃れようとする。気がつけば2人は6階の屋上まで上がってきていた。もう逃げられないぞ。やめて！やめなさいよ！クレイグは逃げ場をなくしたヘレンを押さえつけ、手足を縛り付けると無理やり行為に及ぼうとする。しかしヘレンは口を塞がれ、手足の自由を奪われてもなおクレイグを受け入れようとしない。その頑なな態度にクレイグはついに劇場内でオーケストラの演奏が鳴り響く中、ひっそりと響いた鈍い音に気がつく者は誰一人としていなかった。現場にはね、その歌劇場関係者しかいなかったわけなんでね、ヘレンも安心しきってたと思うんですよ。ですがね、これメトラの皆さんにも言えると思うんですけど、ある程度の密室というか個室で男性と二人きりになるっていうことが、別に男性がっていうとまたなんかね、差別になっちゃうかもしれないですけど、でもやっぱ力は強いじゃないですか。だからそういう状況においてね、本当に気をつけてほしいですよね。この事件を見てね、こんなのあったんだとかじゃなくて、いつ自分の身に起こるかもわからないんで、起こる前にこの動画を見て気をつけようってなってくれたら僕らも嬉しいんでね、本当に用心することにしたことはないですから。
事件から約1年後の1981年5月、ヘレンを殺害した罪で有罪となったクレイグに下された判決は終身刑。20年服役した後、仮釈放の可能性もありましたが、クレイグはその後7回保釈申請をして全て拒否されています。クレイグが犯した過ちは、美しく才能あるバイオリニストの未来、そしてまだ若い彼自身の未来を全て台無しにしてしまいました。一流の舞台を制作するスタッフだった彼が最高の公演を作り上げることよりも、一時の欲望に目がくらんでしまった事実がただただ残念でなりません。